お元気ですか？スタジオ羽根です。今回は前回に引き続いて、崩した線で描かれた絵にもルールがあるディフォルメのポイントというところで人物編を行っていきたいと思います。そしてまた懲りずに表を作ってまいりました。表作るの大好きです。重要ポイント抽出表人物編というところで作らせていただきました。英語訳一応 Google でしたんですけれども合ってないかもしれないので英語にお詳しい方教えてください。今回のポイントは3つです。骨ランドマーク表面に現れる骨とマッソ質量です。そして強調する特徴、この3つです。一個一個書いていきましょう。骨ランドマーク表面に現れる骨というところで人体の中で皮膚の表面に骨を感じる部分があると思います。例えば鼻、そして顎、首、鎖骨、肘、各種、指、手首とかもですね、曲げた場合。それ以外は柔らかく線を作っていってみますね。あばら骨。骨盤。大天使。はい。今赤でチェックしたところがそういった表面に現れている骨の部分です。ちなみに背骨と言われているこの頸椎、胸椎、腰椎の節は首が7個、胸椎12個、腰椎5個、合計24あります。特にそれは絵とは関係ないんですけれども、そして鎖骨。腕の動作によってすごく現れたり現れなかったりとかするところなので、覚えておくといいと思います。上半身において表現の重要なポイントになるところなので押さえておきましょう。そして肘、そして指も骨がいっぱい感じられますね。そして肋骨円と呼ばれているこの肋骨の下のあたりです。ここはカーブしているのでちょっと余裕があれば骨から考えていくといいと思います。そして腸骨量。ここがポコッと見えているところ。そして大天使。太ももの骨の付け根の横あたりです。ご自身で触ってみると分かりやすいかなと思います。下半身にもあります。膝の皿と、そしてそこのすねと言われるところに脛骨、腓骨というのがありまして、この脛骨が大きい骨なんですけれども、そこのポコッとしているところが表立って見えます。そしてすね、これも脛骨ですね。これをしっかりと捉えておきましょう。こちらの方はすね取って足首、そして指の骨押さえておきましょう。で、分かりにくいんですけど、ここに座骨と言われている骨があるので、これは書く必要はないんですけれども、感じられるように、これは座っているポーズなので、ここら辺に力を入れておきます。脛骨、こっちが腓骨となってます。この赤でチェックしたところをペンで言うと強い線で書くと人体の動きを表すことができます。引き続いてマッソ、この量ですね、ボリュームみたいなところを表していきます。頭の大きさ、
胸の大きさ、腰の大きさ、肩の大きさ、腕の大きさ、側面、へそを描いていくと、そのボリュームが、立体として分かりやすくなるので、そのように押さえておきます。ちなみに胸の肋骨ですが、男性は90度、女性は60度、開き方に差があります。このへその位置も、女性は骨盤よりも高い位置におへそがあって、男性はこのへそと同じぐらいの高さに存在します。臀部のボリュームは骨盤あたりから小さな円と大きな円、この2つのボリュームを意識すると質量を取りやすくなります。また見る角度によって上腕の筋肉と前腕の筋肉、この太さみたいなものも差をつけて書くことができます。ここには肩甲骨が入ってます。ちなみにマッソと書きましたが、マッスというのが国によって違うのかなというところで、マッスの方が一般的かもしれないですね。頭の大きさを1として、それと同じ位置を用意して、長さを 1.5、1に対して作っていきます。同じく長さ、幅みたいなのは1にして、男性だったらここの長さが1、幅が 0.7 という具合です。1番が骨を抽出して、2番で質量、筋肉や脂肪、それらを含めての質量を書き表すというところです。実践としては曲線が多くなってくると思うので、その曲線、柔らかい細い線などで書いていったりするといいと思います。そして3番、強調するポイント。1番と2番の骨、ボリューム、それの印象的な部分を強調して、すなわち強い線で書いたり、長く大きくとちょっと強調した感じでディフォルメを行っていきます。ちょっとジャッキー・チェンを捕まえていきたいと思います。肩の筋肉、鎖骨、首、肘もらって、同じく指、背中、骨盤、大臀筋から膝、パンタロン、膝もらって、パンタロン、足の裏、足の裏、ベルト、肋骨円、胸筋。大きな動きとして、頭から肘、お尻のカーブ、膝、パンタロン、パンタロン。大きな動きと感じるところをできる限り一つの塊に見えるように強調してみました。特に動きとかも大事になってくると思います。次はダンスをしている人を描いていきます。大きな動き。ここで骨盤もらっていって、足までもらいます。肘もらって、手首曲げて、指。反対の肘をもらって、指。体のマッスル、お腹。強調するところは、長く伸びる足、太ももあたりにしときましょう。長い感じにします。伸ばしますね。くるぶし。この動きですね。この大きな動きをできる限り長い線で書き記します。線は太い、細いと短い。これの差です。もしこんな感じで授業を受けてみたいな、絵画教室習ってみたいなと思われた方は、毎月3回メンバーシップの方で授業を生配信しております。家でも学べる絵画教室、羽根さんが良ければご活用ください。さあ、引き続いて
これらのことを踏まえて、今回は油絵で表現したいと思います。はい、では行っていきます。だいたい大きさ F6 を余ってましたので、古いキャンパスですが使っていきたいと思います。まず分かりやすいように、こんな感じで描くという当たり線だけ描いておきますね。頭から腰、足、腸骨量、膝、脛骨、足を組んで膝、脛骨、くるぶし、骨、しっかりとちょっと強めに強調したいところを取っていきました。ではこれに今度はマッス、ボリュームを付け加えていきたいなと思います。ボリュームは塊なので、この骨は一旦ちょっと消えていくと思いますが、また後で復活させるというところでボリュームを作っていきます。これは色、面で取っていきます。今は線で取りましたので、膝、腕、肩、肩、もう一度くるぶし、膝押さえておきます。少し色が強い赤色という色のエネルギーが強い色に置き換えていきました。こっちの膝とこっちの膝だったら、こっちの膝が奥にあるので少し遠慮気味に乗せておきます。光が当たっている方向は柔らかい色では絵を起こしていきたいと思います。顎は強め、骨感じるので、頭蓋骨が分かるように強調しておきます。ちょっとボブカットみたいな感じになったら面白いかなと思うんで、顔はしっかり描いて、顎下意識だけ入れて、首もらって、鎖骨もらっていきます。こっちの鎖骨ももらっておきます。腕もらっていって、指大事なので指もらっておきます。指は赤色、血の気があるような感じで、膝ももらっておきます。もう一度。マッソとしてのボリュームは弱い線で引っ張っていきます。手前の骨ランドマーク、脛骨のここ、強い実線入れていきます。服はランダムな感じで、あまり主張のないような
線を使っていきたいなと思います。はい、崩してみました。膝や指の関節、鎖骨、ちょっと骨盤が分かりやすく、ちょっとエッジを効かせて、色のコントラストでエッジをちょっと引っ掛ける感じで、作っておきました。足は長くもうそのまま消えてってほしいので、必要以上に伸ばしてます。なんか異常に長い感じになってます。ですが、強調してます。光が当たっているところと光が当たってないところには自由に色を入れてみました。こことか赤入ってもいいと思います。骨盤なのでこんな形で、それぞれ骨ランドマーク、骨が見えるところ、そしてマッスル、ボリュームですね。ボリュームは色依存で塊の面として、そして骨の方は線で表しました。ペンと比べて油絵なので面で塗って、そして色が重なり合いなじませ合う、そういった表現生かした方が油絵らしい絵になりやすいので、そういう風に意識して描画いたしました。ですがこれではまだ崩し足りないんです。もっとイメージを最小限に絞っていきたいと思います。修行というのは捨てることです。ここから情報を捨てましょう。鼻は光が当たるので描かない。鼻の下は影ていきます。しかし少し赤を入れときます。赤っぽい灰色にしときます。唇も赤っぽいイメージ。完全に唇なので赤に見える色で描いておきます。ほっぺたは赤。これ以上は入れません。顎の下だけ。はい、できました。情報量をかなり減らしました。修行いたしました。必要なものは骨の流れ、そしてボリューム。全部にボリュームを書き記すんではなくて、要所要所でボリューム、要所要所で骨。それらが一つの塊となって絵の中を構成する。もちろん構図も大切にしていってみてください。今回は真ん中にドンと据えている感じで
ここのちょっと強めに描いた線と足の線、これらが引っ張り合うような感じでできたらいいかなと思って作画しております。こっちの方面が少し弱いですが、それらはこの空き空間とこの空き空間で引っ張ってってくれるかなと思っております。さあ、いかがだったでしょうか。この動画で何か皆様が制作にプラスになるようなことがあれば活かしてみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは、奈良にある絵画専門空間、スタジオ&ギャラリー羽が母体となって配信しております。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けて YouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方はぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。しっぽ、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 しっぽ。